皆さんこんばんは。今回はですね、俺ずっとやりたかったんですけど、こちら柿の種を衣にしてクリスピーチキン作っていきたいと思います。はい。でどっちが美味しいのかなっていうのも分かんなかったんで、今回ももと胸両方とも買ってきました。でどっちがね美味しいのか食べ比べようかなと思っております。で最初まず下味だけつけてちょっと1時間ほど揉み込んでおこうと思うので、まずその処理だけで、なんか俺のイメージケンタッキーとかにあるクリスピーチキンってちょっと細長いスティック状じゃないですか。なんでそんなイメージでちょっと今回は細長くで、僕は皮も好きなんで皮ごとやりたいと思います。でまずこんな感じでちょっと細長い状態のスティック状のチキンにしていきます。なんかスティック状で開けたらすごい手軽に食べられそうな感じでいいっすね。手で食べれそう。まず胸肉じゃない、これはももですね。で同じような感じで胸肉も切っていきたいと思います。こんな感じ。胸肉大きいからさらにこれをもう縦に切ってもいいかもしれないけど、いいかな。今回はちょっと大きめにやりたいと思います。それかもしちょっと気になるようだったら一回これこんな感じで開いてあげて、この状態で切ってあげるのもありっすね。ちょっと分厚すぎるところがあったら火の通りがね均一にならないかもしれないんで。今回柿の種使おうと思ってるんですけど、結構ほらもう湿気ちゃってちょっと普通に食べるのは厳しいかなみたいなやつがあったりしたら、それちょうど揚げ衣代わりにすればちょうどいいと思うんで、実際ね食べてみたいと思います。で下味なんですけれども、下味は今回そんながっつりつけすぎないようにしたいと思います。ちょっと衣の味とかもあるんでね。なんで普通に生姜とニンニク、これはね定番ですよ。生姜、ニンニク、お酒少々、醤油も少々で、ここに味の素も少々、塩コショウ、これでちょっと揉み込んでおきたいと思います。はい、じゃあこの状態でラップをしてちょっと30分ほど揉み込んでおきたいと思います。じゃあ大体30分ほど漬け込み終わったので、こちらに片栗粉と小麦粉、大さじ2杯ずつぐらい、それぞれね。小麦粉、片栗粉と小麦粉それぞれ大さじ2ずつ入れたら、卵1個ずつ、こちらよく混ぜ合わせます。で今回はちょっと柿の種の方の衣をちょっとメインにしたいんで、そんなに以前あげた唐揚げ動画みたいに衣がっつりみたいな感じではないですね。ちょっと少なめです。とりあえずまとわせるためのつなぎ代わりの衣みたいな感じですね、今回は。ということでとりあえずね、唐揚げお肉の方の下処理はこれで完成です。じゃあね、柿の種をちょっと砕いていきたいと思うんですけれども、今回どうしようかな、2種類作ろうかなと思って、ピーナッツが入ってるバージョンと入ってないバージョンの2種類をちょっとやってみようかなと思ってるんで、一旦まずね柿の種全部出して、ピーナッツの選別作業に入ります。でピーナッツ抜きの柿の種とかも売ってるから、実際今回食べてみてピーナッツがある方がいいのかない方がいいのか、好みは分かれると思うんだけど、それで味見して、もし今度作るって時にねピーナッツない方がいいよってなったら、ピーナッツが入ってない柿の種初めから買っちゃえばね楽なんでね。
ということでこちらピーナッツなしバージョン、ありバージョン、こっちピーナッツ多めではあるんですけども、2つに分けたんで、まずこれ砕いていきたいと思います。でちょっと普通の袋とかだったらもしかしたら破けちゃう可能性があるんで、ジップロックとかちょっと分厚めの袋とかの方が安心だと思います。はい、じゃあこいつをちょっと綿棒とかで砕いていきます。こんな感じでちょっと粗く砕く感じで、ちょっと食感もね残る感じに砕いていきます。ピーナッツがないのですごい砕けやすいね、こっちは。 OK、 じゃあこんな感じで柿の種の衣完成です。はい、というわけで今回は鶏のももと胸でそれぞれピーナッツありなしだから合計4種類できるかなの唐揚げを作っていきたいと思います。じゃあ早速揚げていきます。で今回は170度で揚げていきたいと思います。でちょっと見た感じで2度揚げした方がいいのかどうなのかちょっと判断したいと思うんですけれども、とりあえず170度で。じゃあまず最初はねピーナッツなしの方から揚げておきます。まずももからいきます。ももじゃない、胸だこれ。じゃあちょっと揚げていきたいと思います。まず胸なんですけど、ただ思いのほかね柿の種の消費量がすごくて量がそんなに作れないかもしれない。まずはじゃあ何もないピーナッツない方です。で多分最初あんまり触っちゃうと剥がれちゃうと思うんで、あんまり触らないようにしてあげてください。いい感じで今回は3分ほど揚げたいと思います。で結構ね細切りにしてるんで肉への火の通りはすごい早いと思うんで、塊のもし唐揚げを作りたいんであれば、唐揚げというかねこれを作りたいんだったらちょっとね中までの火の通りが時間かかっちゃうと思うんで大変だと思うんですけれども、今回みたいにちょっとスティック状の細長く切ってるんで火の通りがすごい早いんで、めっちゃカリカリ。では3分経ったらちょっと揚げたいと思います。やばっ、これもうめっちゃカリッカリです。はい、こんな感じで残りも揚げていきたいと思います。ではこんな感じでももの柿の種のみ、胸の柿の種のみ、もものピーナッツありバージョン、胸のピーナッツありバージョンと4種類作りました。実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。じゃあまずなしからいってみたらこうちゃん。なしのじゃあ俺胸でいくね。 OK、 もう手でいきます。いただきます。めっちゃいい音。うまいなんて言うんだろう、なんか香ばしいから、うん、揚げたガーリックあるじゃん、うん、ガーリックチップスをまとってるみたいな感覚になる。へえ、味的にでもめっちゃ食感がいい。そうなんだ。食べてみて、めっちゃうまいわ。どれがどれだかわからないっていう、盛り付けた時どれが胸？胸この2つかな。じゃあ俺桃いくね、逆に。うまっ。じゃあ僕桃いきます。はい。うまいよね。お菓子感はない。なんで出さないんだろう。やばいねこれ超うまいんだけど。めちゃくちゃうまいこれ。こいちゃんこれ胸だわ。ね胸でも全然うまいけどね、もちろん。うん、うまっ。でなんだっけ、柿の種のいいところとかも全部持ってきてるから、うん、その塩っ気の感じもいいし、あとやっぱ歯ごたえだね。うん、ちょっと醤油が焦げた香ばしい感じもするしね。あ、これちょこっとピーナッツついたんだけど、ピーナッツバージョンも絶対うまい。ピーナッツ残ってる部分があったんですけど、今そこもうまい。これピーナッツもしかして、もしかしてピーナッツなんじゃない？あ、ピーナッツなんだ、うん、うまいうまい。ピーナッツついててもうまいよこうちゃん。ちょっと俺じゃあこのなしの桃いってみます。うん、いただきます。これ皮だわ、今食べたのちょっと本体に。これめっちゃうまいわ。やっぱ桃の方がジューシー。今度こそ桃だね。じゃあ俺、桃いきます。俺桃を楽しみにした。
いきます。うまっ。で桃の方がやっぱうまい。桃の方がうまいと思う。やっぱ胸の方がちょっと硬いんだよね、桃より。だからこの周りの衣が結構十分食感があるから、逆に中の肉は柔らかい方が食べやすいかもしれない。でジューシーでやっぱ脂があるからね、桃の方が。正直なんか感想言っていい、桃は俺もうケンタッキーのクリスピーチキンより好き正直。うわうまっ。毎回頼むじゃん俺、クリスピーチキンは大好きで。もう全然こっちで大丈夫。うまいね。うまい。じゃあ次俺胸のピーナッツバージョンいきます。いただきます。これはうまい。これさ、絶対子供喜ぶよね。好きだと思う。絶対好きだと思う。これめちゃくちゃうまいわ。でもやっぱりあれだね、ファストフード感覚だから、ご飯のおかずじゃないよね。にはなんないね。でも本当だからコンビニに売ってるその揚げ鶏とかあんなのを食べる感覚めちゃくちゃうまい。でもこうちゃん言ったってお菓子ではないね。ちゃんともうなんか料理って感じ。そんなにピーナッツがある方ない方変わんないかもしれない。俺は多分ピーナッツが苦手だからじゃない。あでもうまいけどね、全然うまい。ピーナッツが好きな人は多分好きだと思う、むしろでも柿の種だけ食べてる人は柿の種バージョンの桃が一番絶対うまい、間違いなく。で作る側のことを考えたら、作る時のことを考えたらピーナッツがない方が楽。衣が剥がれやすいんだよね、ピーナッツの部分。なるほどね。だから柿の種だけを結構細かめにやった方が、衣としてまとわりやすいから、作る時は正直そこまで俺味の差を感じないから、なくていいと思う。そうだね、じゃあ俺がっつりピーナッツ食べてみるね。じゃあこれやばいでしょこれ。ピーナッツこれピーナッツだから、これをやっぱねピーナッツ食感の面白さがちょっとなくなるね。俺はもうこっちのが好きだわ。普通ない方が。これやばくない？見た目がもううまそうじゃん。俺今すげえピーナッツの部分最後食べたら、やっぱピーナッツの味はするわ。するよね。するけど別にあってもなくてもいいかなって感じ。俺どっちもどっちも好き。美味しい。これうまい。でももちろん外側は柿の種でしっかり味はできてるんですけど、こいちゃん下味やってくれたじゃん。下味はやっといた方がいいです。中にも味はねないんで。でもこれ実際そのももの方が実際美味しいんだけど、胸も十分美味しいから、うまいうまい。正直安価な肉であってれば、ももでも胸でもいいと思う。いいと思う。どっちでもいいと思う。間違いない。ということで本日はですね、柿の種を使ったクリスピーチキンを作ってみたんですけど、衝撃的なうまさだと思う。本当に僕クリスピーチキン大好きで、なんだっけ、ケンタッキーの時は必ずそのクリスピーチキンしか頼んだことないんですけど、そっちよりもやっぱり歯ごたえがあるんですよ。柿の種だから、そのせんべいのね歯ごたえがあって面白いし、あとは味がね、なんだろう、醤油の香ばしい風味が出てきて、そこもすごい好きだし、柿の種が好きな人は相当好きだと思います。美味しいと思う。もうどっちも喧嘩しないで、この2つ合わさったからいい感じの味になってるっていう、ものすごくいい、なんか出してほしいレベルだよね。本当にね、本当に美味しい。これは本当に企業の方でね、気になってる方いたらね、出してほしいレベルで。亀田製菓さんが出せばいいんだな。そうだね、亀田製菓さんに出してもらいたいね。これ本当美味しいわ。コンビニにあったら全然買うレベルの。絶対買うねっていう感じですね。で、こうちゃんが言った通り、胸肉も全然あっさり食べたい人にはめちゃくちゃ美味しいと思います。十分です、胸肉でも。ただ個人的にはそのピーナッツが苦手な人は、僕ピーナッツ苦手なんですよ。なんでピーナッツが苦手な人はピーナッツ抜いた方がいいと思います。ただピーナッツが好きな人は別に混ざっててもいいと思うぐらい本当美味しいと思います。ただそのピーナッツが最後ね、俺めっちゃ入ってるやつ食べたんだけど、ピーナッツの味結構がっつりちゃんとしたから、ピーナッツが入ってる方がちょっとお菓子感が増す。なるほどね。やっぱそのね、こういうナッツ類ってその主食として食べるイメージがないじゃん。だからその後味が入っちゃうから、そのおやつみたいな感覚が強くなるから、普通にこっちの方がそのなんていうの、メインディッシュじゃないけど、そういう食事としてね食べてる感じ。柿の種だけの方がね、ピーナッツがある方がおやつみたいな感覚になっちゃうんで、そこら辺は好みだと思うんですけれども。そう、だから2人ともおすすめなもも肉のやっぱそうだね、何もない一番いいっていうことですね。はい、ということで、いや本当に美味しかった。美味しい。ぜひやってもらいたいですね。なんだっけ、簡単なんで、ぜひぜひ作ってみてください。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまです。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。バイバイ。